Hi, my name is Pedro, and I've been learning Japanese for over 16 years, and I've been living in Japan for over 12 years. And when I first started learning Japanese, I didn't know that I would be so into Japanese literature and Japanese novels, but here we are, and now reading in Japanese is one of my favorite hobbies. And in this video, I want to introduce you to 4 books that I have read recently, but I'll be doing that in Japanese, so be free to turn on the English captions if you need them, okay? じゃあここから日本語で話しますね。最初に紹介したい小説はこれです。東野圭吾さんの希望の糸。2019年に出版された小説です。この本はミステリーではあるんですけど、何と言えばいいんですかね。感動ミステリー系の小説です。あるカフェを経営している女性が殺されて、でそれでなんで殺されたのかを捜査する小説なんですが、でその小説にはいろんなキャラクターが登場するんですけど、一番良かったのはね、それぞれにちゃんとバックストーリーがあって、それぞれのキャラクターの動機、その殺人を犯した犯人も含めてちゃんと動機を裏付けるバックストーリーはちゃんとあって、それが素晴らしいだなと思いました。なんかミステリー小説はよくそのミステリーだけにフォーカスして、その容疑者とか関係者とかにフォーカスを当てて、その人たちのバックグラウンドとかバックストーリーとかをちゃんと説明するのに、刑事さんのバックストーリーとか刑事さんのバックグラウンドを無視するミステリーも多い気がするんですが、これの場合はね、ちゃんとなんていうの、その刑事のバックストーリーもメインのストーリーにもちゃんとつながってて、それがいいなと思いました。その刑事さんの人生に関わることも描写されてて、それもある程度事件とも関係があって、でそれでこの「イット」というのは、読めばわかると思うんですけど、その人と人のつながりを意味してて、思ったのはその事件よりはこういう人のつながりの話の方がそのインパクトが強い作品だと思いました。でさっき言ったように、その刑事さんの昔の話も出てくるんですけど、それは東野圭吾さんによるあることで、この刑事さん自体は僕はその他の作品にその刑事さんが登場した作品を見たことないんですけど、読んだことないんですけど、あるらしくて、とにかく東野圭吾さんは基本的に刑事も含めて全てのキャラクターの描写がうまいので、それぞれのキャラクターの人間らしさが増すなんですよね。本当に納得できるというか。なのでミステリーも好きでも感動したい人はぜひ希望の糸も読んでみてください。2番目に紹介したい小説はこれです。安孫子竹丸さんの殺戮に至る病という小説です。これは1992年の小説なので少し古いんですが、かなり有名らしいです。とにかくグロい。敏感な人は読めなくなるほどグロい描写が描かれています。どういう描写かというとですね、知らない言葉かもしれないんですが、それは弛緩、強姦、フェミサイド、それぞれの描写がすごい細かくて、読んでる途中でもうやめようかなと思ったぐらいですね。なんでそこまで書くんでしょうと思って、ただ読者を気持ち悪くさせたいだけなのかなと正直思ってたんですよね。実際にこの本のタイトル殺戮という言葉なんですが、殺戮というのは多くの人を殺すことという意味らしくて、で実際にこの本には本当に一人の男の人がいろんな女性を殺害していくんですが、最後の最後にとんでもないどんでん返しがあって、
でこの小説はそのどんでん返しで有名らしいなんですよね。なので我慢して最後まで読める人の価値みたいな感じなんですよ。自分も最後まで読んで納得できたかというと、そうでもないかな。半分です。確かに面白かったんですよ。最後の最後に自分が全然ああいう方向にいてるの全然気づかなかったので、逆にミステリーが好きでその本を読んでる途中でその謎を一緒に解いていきたい読者ならこの本はうってつけです。ただ僕はそういうのではなくてエンターテインメントとして読んでるから、なんか自分でもすごい頭を回して考えてるわけじゃないんです。ミステリー読んでも最後の最後にびっくりさせられるのが好きほどなんですが、全く考えてないわけじゃないんですけど、普通は僕は気づかない、誰が真犯人なのかとか。読んでる時普段あまり考えてないので最後の最後まで気づかなかったかもしれないんですけど、そういうのを自分でも考えて読みたい人にはちょうどいいと思います。で3番目に紹介小説はこれです。岡島2人の解決まであと6人。これは1994年。これも少し古い小説ですね。もう31年前。これもまた別の動画でも紹介してたんですけど、そのクラインの粒という小説を書いたミステリーに特化した2人の著者の本なんですが、この本ではね、そのある女性は6つの興信所にいて何かを依頼したんですよね。興信所に。でそれぞれの興信所の探偵さんはその事件の一つのパズルを解いていく物語です。でその6人がそれぞれのパズルを解くことで事件の全体像が分かってきますという話なんですが、特に面白かったのはなんか昔に書かれた本じゃないですか。なので昔の日本を想像しながら読めるので、いたこともない昔の日本を懐かしく感じながら読めたのが良かったです。実際にそういう古い本はいつもそんな感じなんですが、だってそのパズルを解くためにも今みたいにインターネットやスマホがあればもう10秒ぐらいで解けるパズルは1994年だと何時間も何日もかかるんですよ。読めばわかると思うんですけど、昔こういう分厚いカタログがあったんじゃないですか。でそこにその街にある店の住所や電話番号とかが書いてて、この本にはそういうカタログも登場してきて、確かにあったなと思いながら読んでました。ただ実験自体解かれていく実験自体はそこまで面白くなかったとは思うんですけど、なんか読みながらすごい深く考えてたわけじゃないので、最後の最後まで誰が犯人だったのか正直わからなかったんですね。クラインの粒ほど大胆じゃないんですけど、気軽に読めるのでおすすめです。で今日最後に紹介したい小説はこれです。これも東野圭吾さんの容疑者 X の献身。これは2005年に出版された小説です。これはね、東野圭吾さんの小説ランキングを見ればわかると思いますが、よく1位に出てます。別の動画で僕が大好きな白夜行を紹介してたんですけど、白夜行はよく2位に出てくるんですよ。そういうランキングには容疑者 X の献身がいつも1位だったので、僕まだ読んだことがなかったのでもうそろそろ読もうかなと思ってKindle で買いました。この本に登場するキャラクターなんですが、その湯川学という物理学者というキャラクターが登場するんですけど、その人は東野圭吾さんのガリレオシリーズの主人公です。でその人は論理的に考える物理学者で有名で、そのガリレオシリーズのいろんな小説に登場してるんですよね。自分がそのドラマをちょっと見たことがあるんですけど、ガリレオさん、その湯川学
はよくガリレオ先生と呼ばれてるんですけど、その人が登場する小説はこれで初めてです。でしかもそのガリレオさんが登場する小説の中で一番有名で一番評判がいい小説です。評判がいいだけあって本当にすごい面白い話だったと僕は思ったんですよ。ただ正直白夜行の方が僕は好きです。この本は本当に話がシンプルなんですよ。わかりやすくてシンプルです。白夜行はもうちょっと深くてなんだろう、すごい集中しないと途中で何が何かわからなくなるぐらい複雑な話なんですが、容疑者 X の献身は誰でも読みやすくて、言語の面からしてももうそうなんですが、なのでみんなにおすすめしたい小説です。どの話かというとですね、ある事件があって、女の人がね、女性が元夫を殺してしまう。それで隣に住んでいる数学者、それもすごい頭いい数学者がいて、その数学者は一緒に実験を隠そうとするんですよね。その石神という数学者はその実験を隠す計画を念入りに立てて、でさっき言ったガリレオ先生湯川学さんとの対決みたいな小説なんですよ。それ真相を明かそうとしてる湯川と計画を作った石神との対決って感じの小説です。でこの小説はね、その読者には十分情報を与えてるかどうかで意見が分かれてるらしいんですが、僕の意見としては、考えながら読めばもしかしたら石神が立てた計画の真相を読みながら自分でも気づく可能性もゼロではないと僕は思いました。自分がもう全然分からなかったんですけどね、最後までは。とにかく東野圭吾さんの傑作とも呼ばれてる小説なので、ぜひ容疑者 X の献身も読んでみてください。日本語もそんなに難しくないと思います。もちろんある程度日本語を読める人のであれば。でこの動画では今まで読んだ日本の小説の一番良かった5冊を紹介してますので、よかったらぜひこれも見てみてください。それではまたの機会でお会いしましょう。バイバイ。